はい。それでは、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。CM が流れてますので、まあ、ここは適当に喋ってますけど、はい。今日で、楽天光のライブ放送2回目ということで、だいぶ安定していると思います。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。音声もしっかり出てますよね。本当に心が安定してきました。はい。お花、こんばんは。よろしくお願いします。はい。24時間ライブの方も、若干不具合はちょっと出るんですけど、これは完全にパソコンの不具合っていう感じなので、光ファイバーがこれだけね、いろいろなことを、安定できると本当に思ってなくて助かってます。ただね、実はこの上の画面、今日投資の年利についてちょっと話をしたいなと思ってるんですけど、それについてのこのスクロールはね、光ファイバーになってもちょっとうまくいかない。ただ途中消えちゃったりとかするかもしれないんですけど、このテロップというか、これはまた改良していきたいなと思っております。はい。土曜日ですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ僕は土曜日は10時ぐらいまでね、家庭教師をしてきまして、まあ土曜日、基本的には、結構がっつりっていうか、教えてる時間というかが多いんですけども、今日最初にね、こんな記事があったのでちょっと紹介したいと思ってます。岩手県の方に、イギリスの名門校が開校したということで、これ何かというと、インターナショナルスクールってやつですね。知ってますかね？インターナショナルスクールって。まあ、簡単に言うと、英語で授業するような感じ。要は外国の、ところ、まあ、名古屋でもね、結構いくつかあるんですけども、まあ一番魅力なのは本当に日本のカリキュラムでやるんだけども、もう基本英語で授業をしたりとかするということが一番特徴かなと思います。ただね、まだまだこういったインターナショナルスクールっていうのが知名度も低いというか、で、こちらの記事なんですけども、どこだったっけ？元イギリスの首相のウィルトン・チャーチルさんや、インドの、初代首相のジャワハール・ネラール・ネルーっていう、まあなんかそういう名門の学校みたいですね。ハロースクールと言います。岩手県にできるんですね。で、しかも全寮制らしいですね。全寮なので私立だし、まあ世界最高の、こう書いてますね。世界最高水準のアカデミックプログラムと書いてあるんですが、まあ高い。これね、見えますか？インターナショナルスクールですよね。はい。で、ここは、英国の教育方式を取り入れていて、小学校6年生から高校3年生までの7学年生を敷いていると。で、初年度は、小学校6年生から中学3年生まで約80人を入学できるよということで。まあ、問題はですね、この学費ですね。年間で849万から927万ということで、いやー、まあね、すごいと思い、まあ、全寮なのでね。はい。うん。こんな感じ。教育の根底をまあ、覆してるというか。うん。で、まあ、なぜ最初にこれをちょっとお話ししたかっていうと、今ちょっとね、僕はやっぱり家庭教師したり、いろいろ教育をこう、考えるにあたって、なんて言ったらいいんでしょう。こう、まあ、これ僕だけじゃなくて最近その海外で活躍されてる YouTuber、例えば中田のあっちゃんとかも言うんですけども、
これからのその日本って、いい学校に行って、いいところに就職して、じゃあなんていうのかな、給料とかを取れる時代なのって言ったら、やっぱ違うと思うんですよね。シメディ、卒業させるだけで家が一軒。そう。これはちょっと極端な例ですけどね。今回投げかけたかったのは、こういった、ところの関しての価値観というかがですね、僕は思うのですよ。今、こうやって受験勉強とかも教えたりしてる自分が思うのはですね、いい学校行くことよりも、その生徒が、子供がですね、もうちょっと視野を広げるために、いろんなことを興味を持って学ぶっていうことは当たり前ですけど一番大事じゃないですか。でも、受験があるから詰め込んで覚えて、やらないといい大学に行けない。じゃあ、いい大学に行けなくてもいいって言うんだったら、じゃあ何を教育していいのっていうことで、日本の教育を揺るがす話かもしれないんですが、今までの、暗記をして、いい大学に行ってっていうその受験方式って、やっぱり教えている時にも違和感感じるんですよ。だったら、今の例えば子供たちってもっと今この夏休みもそうですけど、中学受験も賛否両論っていうかね、あると思うんですが、いい学校行くことがステータスではないとするならば、もっと、例えば、お金の勉強を早いうちからね、することとか、科目にはなってないですよ。なんていうかね、日本の今いい人って言われてる人って、会社にとってはいい人材かもしれないですけど、個人にとっては、本当に、ね、要はサラリーマンって、本当に幸せなのって話ですよ。はい。そういったことも考えると、今の子供たちに、例えば、このインターナショナルスクールっていうのは、受験とか関係ないと思うんですよね、僕。で、英語を磨いて国際化を進める上で、大学行くときには当然勉強はすると思うんですけど、でも、言い方変えれば、大学行くときだって、海外の大学に飛んでしまえば、日本の受験システムも飛ぶじゃないですか。だから価値観って、難しいですけど、日本だけで考えることはできないかもしれないんですが、こういうインターナショナルスクールっていうのの考え方っていうのも、僕は全然ありだなと思うし、本当に法律とかがもっと僕が死ぬまではここまで学校変わらないと思うんですけどね、受験っていうシステムが変わったりとか、評価が変わったりとかしないとね。でも、学ぶことに関しては絶対僕は伝えるときに忘れちゃいけないなと思ってるのは、受験のための勉強で教えてるんだよっていうことはいつも言ってます。はい。受験のためにやってるから、こういう覚えなきゃいけないんだけども、受験システムが、じゃあいいかどうかは、これはもう、いいかわからないし、いい人材を育ててるかもわからない。だけど、今何も考えてないんだったらもう、その可能性を広げる上で受験をすることによって、っていう流れになっちゃうんですよね。すごく自分で教えていながらなんかね、なんて言ったらいいんでしょうね。すごくうずうずしてるところはあります。だから中学受験やる人とかでも、もしあったらこういうインターナショナルスクールとかも考えた方がいいかなって僕は思う派ですね。はい。でですね、今日最初にですね、ちょっとこういう話題を出します。成田さんってあるじゃないですか。最近よく出てくる成田悠介。で、この人が、YouTube でこの間、子供を育てるならっていうことで、どういうことを考えているかっていうこと、ちょっと面白かったので、何を言いたかというと、この人の子育て理由がちょっと面白くて、社会性のない子供を育てたいっていう題材なんですよ。今ので要は日本の教育と真逆を言ってるというか、社会性のない子供を育てたいっていうのが題材なんですね。で、この動画ちょっと10
20分ぐらいあるので、端折っていきますけども、最初のうちもね、結構お金の関係とか面白いこと言ってるので、今日ちょっとこの話聞いていただけたらと思いますね。後半また、今日ダラダラとまた、やってきますんでね。お願いします。いやー、子育てしたくないです。音聞こえてる？したくないですね。出発点としては。はい。でももちろん子供が生まれたらどういう気持ちになるのかっていうのはちょっと未知ですよね。正直そこは。でも子供をもし持ったとして、はい、どう子育てするか。例えばじゃあ、なんか一番太い育児指針として持ちたいなと思うものは何ですか？KPI を無視する力ですかね。KPI。その心は。あるいは価値観とか評価指標みたいなのを無視すると言ってもいいんですけど、人間が抱えてる不幸とか不満足のうち、はい、もうかなりの部分は間違った評価指標を自分の心に刷り込みすぎたことによって生まれてる部分が大きいと思うんですよ。学歴とかも典型だし、はい、お金とかも典型だと思うんですけど、はい、お金とかで人間が不幸になってる場合って、はい、本当にお金が足りなくて不幸になってるケースよりも、むしろ人間の幸福っていうのは、はい、お金を持ったり、お金を使ったりすることで達成できるはずだっていう、はい、特に根拠のない価値観を自分にまず刷り込んでしまうと。でその刷り込んだ価値観と比べて今の自分は足りてないって思って不幸になる場合がすごい多いんですよ。でそれと基本的に同じことなのが、はい、自分がなんか持ってる額と人が持ってる額を比べるとか、自分が持ってたり買えるものと他の人が買えるものを比べたりして、その比較で不幸になるっていう場合がほとんどじゃないですか。これって結局お金みたいなそんなに重要じゃない評価指標を重視しすぎてしまったために起こることだと思うんですよ。で同じことっていうのがそのありとあらゆる領域で繰り広げられてると思っていて、学歴みたいなのもそうだし、偏差値みたいなのもそうだし、から世の中に存在しているいろんなポジションとか肩書きみたいなものっていうのもすごく似た構造を持ってると思うんですよ。それって多分こう社会をこう動かしていく上では必要悪的な部分があると思うんですよね。それでみんなを幻想によって追い込んで馬車馬のように頑張らせると。だから個々人の観点からするとそれで不幸になってる場合すごい多いと思うんですよ。そこからどう自由になるかっていうことをもっと教育とか子育てみたいなレベルで考えてもいいんじゃないかなっていう気はするんですよ。お金の例とかで言っても例えばなんか3桁億円ぐらい資産を稼ぐ人って割合は少ないけど数として結構いるわけじゃないですか。日本人でも今多分1000人2000人ぐらいは資産100億円以上だと思うんですよ。一方で全然違うタイプの人を考えて、もうほとんど一文なしなんだけど、目の前に100万円を置かれた時に、それにつられずに済む人っていうのをちょっと想像したりするじゃないですか。僕の感触としては、後者の方がずっとレアで、ずっと価値があると思うんですよ。で後者みたいな人に逆に言うとほとんど会ったことがないんですよ。そうですよね。あんまりイメージできないですね。それができる人をどう作り出すかっていうことが大事なのかな。なので価値観に従って勝利できる人を作り出すってことをやると、基本的に競争になったり、勝ち負けを作り出す方向になっちゃうと思うんですよ。全員は勝てないですもんね。一部だけっていう。でも逆にその価値観から自由になって金があろうがなかろうがサウナと水風呂に浸かってれば幸せでやたら上機嫌な人みたいなのにどうなれるかっていうのがなんか自分にとっても大事だなと思ってなんか子育てみたいなことを考えるのすごい重要なんじゃないかなっていう気はしますよね。成田さん自身はそういう価値観側に自分はいると思いますか？どっちかといえば世の中に比べたらすごくそっち側の気にしない人の側にいると思うんですけど、でもやっぱり自分の中でも気にする部分は残っていて、それをどうやって洗い落とせるかっていうのを考えながら日々生活してるっていう感じはあります。今教育って言われてるものの中でその価値観を問い直すみたいなことっていうのがあまりにも少ないと思うんですよ。だ基本的にその価値観を提示したり、刷り込んだりする仕組みっていうのは世の中にたくさんあるんだけど、それをどう取り除くかっていうことを考えると、結局怪しげなキャッチ商法とか宗教とかそういうものの側が担ってしまっていて、正規の教育とか子育てみたいな仕組みの側がその役割を担えてない。でも本当はそれをもっと教育とか子育てのど真ん中に持ってきてもいいんじゃないかなっていう気がしますよね。
でも難しいのはさっきも言いましたけど、国としてはそういう国民になってほしいって、そう国がね、そうなんですよっていうのがあるし、そういう価値観から自由になってる人が教える側にもほぼいないという中で、そういったものを浸透させる難易度はめちゃめちゃ高いっていう。高いですよね。ことになります。なので今の学校の仕組みみたいなものと、もう別のものを作り出していくしかないと思うんですよね。多分民間から草の根で作り出していくしかないと思うんですよ。そういう意味で言うとオンラインサロン的なものとかが世の中でごく普通になったりしてきてるじゃないですか。であれとかは世代とか場所とか、カリキュラムみたいなものと別に何が好きかとか何が大事かみたいなものに基づいて、お互いに教育し合える場所をバーチャルに作り出しちゃうみたいな感じなんですよ。でそれは昔であればなんか私塾とか寺子屋みたいなところとかになったと思うんですよ。そういう存在をもっとどういうふうに世の中でインフラみたいにしていけるかっていうのが大事な役割なのかなっていう気はします。さあこれずーっと聞いてると僕はすごい共感しまくっちゃうので、僕の価値観ともかなり似ていて、成田さんが知ってるかわからないんですけど、この方実は中学高校と不登校だったのかな、なんか話を聞いてると。でかなりお家の環境がよろしくないみたいで、何でしたっけ、自己破産を、お父さんがどっか、中学の時飛んでっちゃ、お疲れ様です、しのめさん。あれ音が出てないな。あれが出てないです。あれダメですね。音声が出てなかったっすね。インターネット。ドロの CFDFX 戦略24。本日もライブにお越しくださりありがとうございます。今、ライブのあれしただけで音声が出ちゃった。お話にもなりますが、週末の雑談ですので、また気軽にコメントを。ちょっとごめんなさいね。音切れた？大丈夫かな？いかんですね。この音声システムうまくいかないですね。光になっても。はい。大さんです。はい。で、またちょっと話戻しちゃいますけど、成田さんの家庭環境とかもそうなんですけど、この意外なんですけど、彼はそれを経て、今の状態にいるんですけど、日本の教育とかも割と真剣に考えていて、国が変えられないんだったら、こういう民間から変えていけるようにしたらどうかっていう話もしていて、僕的には今の従来のやっぱ日本の国が、要は、政治家もそうかもしれないですけど、なんか日本っていう国が豊かになるためにどう教育をするかっていうのを一昔前の状態、要はサラリーマンになっていい会社に入っていいとこ就職してっていう、こういった学歴とか肩書きとかで目指してる目的を、これはねやっぱり違うなって思うんですよね。なんで僕もこういうオンラインサロンじゃないですけど、こういう YouTube を今投資とかを中心に話してるんですが、やっぱり教育者としてこういう考え方のもとに民間としてはそういうのを少しでも家庭教師の中でもそうですし、どっかでも伝えていけたらななんて思ってますね。僕もこの役割の使命というかあるなっていう感じはいたしました。これまだ半分ぐらいしか言ってないので、内容としてはね、また興味があればね、教育関係のね、YouTube ってあんまないんですよね。こういうことを話してくれる人が。だからすごく嬉しくって。引き続きいろんなところでね、自分もこう教えながらお金をいただいてる身なんですけど、こういう、価値観っていうのを忘れないように、していきたいなって思っております。はい。すいません。なんか音声が本当に大丈夫なのかな？はい。それではですね、今日、後半ですけど、今週1週間のパフォーマンスを、ちょっと確認して、それから今日はまた初心者向けということで、いろんな金融商品の、年間の利回りって大体どれぐらいなのっていうことで、
記事によっては去年出している記事とかを見ると全然この違うんですよ、パフォーマンスが。だからまあできるだけその最新の記事っていうのを見ながら一緒にね、勉強していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい。それではですね、今週1週間、東雲さん、あれ帰ってきたのかな？東雲さんはもう帰ってきてます。今、ちなみにちょっとくるくるしました。まあ、大丈夫かな？そうよね。パフォーマンスからいきますね。はい。それでは、金曜日のパフォーマンスから確認していきましょう。いやー、出ましたね。パウエル。皆さんもう見ました？もう、やりましたね。金曜日のこの、大暴落。行きましたね。先物なんか本当にもう、パウエル議長っていうかこのね、FOMC の関係でもう、どんだけ行っちゃったかって感じですね。ナスダックの方が、12,100 まで落ちましたね。極端ですね。S&P がついに4057まで行っちゃいました。はい。4000ですね。4000でまだ止まったっていう感じですね。先物も同様。それから、半導体が1日で 5.81 ってもう、すごいわかりやすい。はい。一応戻ってるんですね。戻ってる途中というか、本当に音が出ないから困りますね。はい。これ、そうか。わかった。ちょっと待ってくださいね。これちょっとわかったぞ。多分、あれを裏にしとけばいいのか。ちょっと待ってくださいね。これをこう置いといての、違うかな？置いといて、違う。こうしとけばいいのか？先週戻ってます。そうですね。すごかったですよね。はい。ね。ちょっとごめんなさいね。今ちょっとまた音声出ちゃうかもしれないですけど、ちょっと喋るかもしれないですけど。はい。いつもライブは、どんな環境でもやっぱトラブルばっかっすね。パフォーマンスの方ちょっとこれ出しといて。いいですね。はい。2年債の方ですね。米国の2年債の方が、3.382 ちゅうことで、一時ちょっと高すぎましたね。2年債の方もね。はい。サラさんどうもお盆以来ですね。ありがとうございます。朝早くないです東北の説ではどうもありがとうございました。本当にこれ実はですね、また雑談でごめんなさいね。何人か生徒にも教えてたんですよ。東北、TikTok でライブやるからねってことで。そしたら見に来てくれたんですけど、なんか先生寝てませんでしたっていうことで、結局何時間か寝てる時に見に来たらしくて、もうめちゃくちゃでした。もうあれからですね、1週間ぐらいちょっと実は腰痛っていうか腰が痛くて、多分便秘もあってかね、大変でしたね。でもやっぱり日を追うことに、やっぱこう、ね、東北って全然知らない土地も行ってたので、行ってよかったなと思ってます。皆さんそうですよ。久しぶりなので皆さんはい。チャットで挨拶してくださいね。というかやっぱりチャットの音声出ないっすね。もうダメでしたね。はい。せっかくいい機能だと思ったのになんかダメでした。はい。それでですね、ビックスが、17.3%上がってしまいました。25.9 ってすごいっすね。
はい。これもう一回こんなことがあるとちょっとあれでしたね。はい。あ、東北ね。そうですね。はい。緑が綺麗でした。いつも僕、そうですね。うん。今度年末は、篠梅さん、まあ多分九州行くと思います。九州か、山口、山陰かどっちか。もう雪が降らないところ、回ると思います。多分。はい。あ、でも、山陰も降るのかな？年末。山口とか島根とか鳥取とか。はい。うん。考えてますね。もう東北は来年の夏、行けたら行きますけど、青森スタート。岩手スタート。うん。そうですね。整体。でもまだ、復活しましたよ。多分、腰痛っていうか、便秘に伴う腰痛だったかもしれないです。とりあえずはまだ、多分大丈夫。ちょっとまた雑談できないです。卓球やってた時に、ちょっと腰をグギッとやって、それで筋肉注射打って、で、先生に、もう年なんだから、軟骨とかもちょっとほら、なんかこう、年々ね、弱くなるから、そんなに適当にやりなよって言って、結構動きが激しくなるときは、筋肉注射先生打ってくださいっつってやるんですけど、あんまりこう連発すると、筋肉注射とかもしてても癖になっちゃうから、まあ、やばいなと思ったら、行きますね。はい。まあ、そうですね。はい。はい。どこまで行ったっけ？ビックス指数まで行きましたね。それでは、次ですけども、アメリカが金曜日パウエル法が来たという話で、中国ですね。中国の方が金曜日はそうでもなかった。香港が上がってるけど、まあ2万ちょっとということですね。他が別に、多分パウエルさんの話が、金曜日のもう引け前だったので、インドとかこの東南アジアとか影響がなかったと思います。月曜日、すごいと思いますね、ここは。はい。ヨーロッパもそうですね、引け後、ちょっとだけ下がってますね。ドイツも、待って、ドイツこれ 12,900 って相当悪いですね。先物だからかなこれ、ダックス。これ影響受けてますね。金曜日の。ユーロもちょっと受けてるかもしれないですね。3,600 まで落としてますね。ヨーロッパ一部影響受けてる可能性もあります。金曜日のね。はい。他は特に、まあカナダは受けてますけどね。はい。時間帯としては。はい、という話でしたね。はい。コモディティもちょっと見てみましょう。金曜日動いたかな？引け後はゴールドが、そうですね。1378で悪いです。シルバーもすごい 18.8 まで落ちてますね。はい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 。ちょっと本当にハードコモディティも今、なんかすごい低いですよね、水準が。ゴールドも、なかなか低いっていうか、はい。トレーダーとしては、売ったり買ったりするのにはいいかもしれないんですけど、今ほんとなんかゴールドも長期で持ってて、いいものかなっていうふうにちょっと今、ハテナがついてきましたよね。この2年ぐらいで、有事の金だから、積み立てで持ってってもどうかなって最近、ゴールドは思うようになりました。全然2年ぐらいで変わらないですもんね。はい。一時期一説にはね、ダンさんもちょっと金いいんじゃないっていう話はしてたんですけど、まだね、もう金がね、じゃあ例えば20年後5000ぐらいになるかって言ったらちょっとわかんないですよね。ずっとこの前の10年はアメリカの経済と一緒でゴールドも結構上がってきた時期があったんですよ。1200、300、400、500、600って。
ただこの2年ぐらいはね、もう1900から1700の間うろうろしてるので、資産価値として本当わからないですよね、ゴールド。まあちょっとゴールド話それちゃいましたけど。はい。原油が93。今このあたり本当ずっとうろうろしてますね。はい。天然ガスも今ちょっと高いですけど、高いところでうろうろしてます。ソフトコモディティが今本当レンジからブレイクしそうかどうかっていうところにちょっと来てますね。下落トレンドから揉み合って、これ長期目線ですけど、レンジになって今ちょっと上がってきました。物価の方はなんかアメリカの方は上がってない気はするんですけど、あ、ちょっと待ってくださいね。これ、あれが、ちょっとこのスクロールが、なんかうまくいかないな。ビューっと。またスクロールさせます。はい。どうなんですかね。これあれ見た方がいいんだな。一般消費のところ見ますね。まあ、とりあえずソフトコモディティは今価格がちょっとまた上昇トレンドに行ってるかもしれないっていう兆しがあります。はい。で、気になったのが今日見てたんですけど、仮想通貨がもう金曜日の力か知んないですけど、また敏感ですね、これ。ぎゅっと落ちましたね。はい。もう本当に資産がちょっと厳しくなるとすぐこう仮想通貨みたいなところに行きますね。まあ、ネガティブなニュースが多い中で、本当に敏感に一日こんだけボラティリティがあるから勉強になりますよね。イーサリアンもまあどうかなと思ってたんですけど、やっぱりなって感じです。はい。はい。という仮想通貨がもう大暴落してるというお話でした。はい。それではですね、ちょっと SP500 を見てみましょう。真っ赤かですね、金曜日。はい。これどう解説したらいいかわからないですけど、ほぼほぼ、もうパウエル法です。はい。もう何とも言えません。荒探ししてもしょうがないですもんね。はい。まあ、金曜日真っ赤かということです。はい。5% 落としたり、Google とかでしてます。で、これ1週間のパフォーマンスは金曜日の影響を受けてると思うのでね。ちょっと変わんないです。真っ赤かですね。金曜日がどんだけ落としたかっていうことですね。今週1週間は SP500 はエネルギーが上昇したぐらいで、あと、もう、ダメです。ということでした。あ、今あれですね、エラー出てますね。やっぱり YouTube が。いくら、あれですね。こんだけ光ファイバーを持ってしても、ダメですね。はい。ドロさんの余計が。これはあれですよ。本当俺の顔なんでこんなに赤いんでしょうかね。赤いですよね。前見たようにF1 のナイジェル・マンセルぐらい赤いですよね。酒飲みみたいですよね。パウエル法あると思っていたのでいい準備できました。おー、そうなんですね。密かに狙ってたんですね。そう、この、例えば FX やってる方とかでも、このパウエル法をうまく下がると見て、予想して、トレードする人もいるみたいですね。うん、今回も、落ちると思ってね、やったりとかする人もいると。モニターの赤が顔に、そういうことですね。なんかさ、ピートワフィー。みんなうまいですね。ちょっと、ちゃんと音声流れるようにしたいっすよ、これ。はい。はい。ということで、なんで、真っ赤なトナカイさんじゃないですけどね。はい、そういう、一週間になりましたっていうことです。はい。セクターもいいですね。これもう焼け野原だから。いいですね。はい。それでは、後半ですけども、特集の方入っていきたいと思う。ごめんなさい。世界だけ見ていいですか？今週のワールド見てなかったですね。
週間の。あれワールド。はい。もうちょっと小さいですけど。今週1週間の世界ですけども、カナダが一部上がってる企業がありますけど、まだ、そうですね。でも明らかにアメリカの動きと違うのが、ブラジルと中国ですね。今週1週間。ブラジルはいいですね。目立ちますね。良さが。はい。それから、中国ですね。アリババが今週1週間のパフォーマンスが 9.34 プラス。はい。まあ、だいぶ地を張ってますので、今週1週間だけならいいですけどね。人丼 16% ですもんね。まあいいと言ってもね、まだまだ信用はできない。この間ちょっとね、YouTube でも中国経済の話しましたけどね、一緒に。厳しい。短期でやるかどうかですかね。はい。日本は、その中でもあれでしたね。パウエル法がまだ出てないかもしれないですけど、日本の相場ほら、金曜日昼間終わっちゃったから、影響を受けてないので、パフォーマンス自体はまだそこまで下げてないですよね。日経も 28,500 ぐらいまでまだありますよね、きっと。だから、そんなに悪い値じゃないです。ソニーがちょっと悪いですね。はい。と感じですね。半導体は悪いですね。インドが悪かったですね、今週。はい。ヨーロッパもあんま良くないですね。はい。という一週間でした。はい。それでは、特集の方行きますね。こっちじゃねえわ。初心者向けのお話になります。待ってくださいね。これちょっとこっちで、これで見えるのかな？はい。今日ですね、記事をお借りしているのが、ゼロから始める投資アカデミーという記事の中の、投資信託についてになります。サムネイルの方では、ちょっと、投資信託だけじゃなくて債券とかいろいろあったんですけど、一番、皆さんが最初に、投資をしてほしいなっていう中では、この国内だったら、この投資信託、どこに預けるかっていうところになるんですけど、この、投資信託、最初から個別株やるっていうのはなかなかね、難しいので、一番パフォーマンスは個別株出るかもしれないんですけど、やっぱ、最初はね、この投資信託で、利回り、年間ね、何%ぐらい出るのがいいのかなっていうところからお話しした方がいいかと思って、この記事をちょっと出しました。で、この記事が、今年の6月に出ているので、なぜこの時がいいかというと、6月ってアメリカの相場が一番下がっている時じゃないですか。で、この時の年間利回りはっていう記事が、一応価値があるんじゃないかなと。で、去年の暮れのブログの記事見てると、もう、まだ、アメリカの経済が、なんていうのかな、ちょっとバブルってる時だったので、この年間利回りもちょっと当てにならないかなと思ったんですよ。だから、この時期のものをちょっと持ってきました。はい。年間の利回りとはっていうことで、言ってますけど、単純に言えば、年間の利回りって100万円、預ければ、110万円になってれば年利 10% ですから。で、ここに一応平均利回りっていう計算方式があります。これは別にそんなに考えなくてよくって、今って、投資信託もそうですけど、株式でSBI 証券も楽天証券もマネックスもそうですけど、割と預けてるものについて何%とかパフォーマンス出ますよね。だから、この計算方法は別にどうでもいいなと思ってます。投資信託の信託料を減らしたりとかね、ありますのでね。それでですね、ここに書いてあるまず記事をちょっと確認すると、
この投資信託の平均利回りの相場は、いいです。聞いてくださいね。3% から 11% です。まず結論から先に言いますけど、3% から 11%。まあすごい幅広いかもしれないですけど、変な話、まあ今まで、ちょっと前までは金融詐欺とかね、ある時には、だいたいその年利 10% を超えたあたりから、まあ仮想通貨も一部そうかもしれないんですけど、金融詐欺って言われているものとかね、あると思います。で、この投資信託については、まず1年間で出るパフォーマンスは、一体 3% から 11% と考えてみてはどうかっていう話です。当然 11% の方に行けば万々歳ですけど、なかなかね、難しいかもしれません。それで少しずつこう見てきますと、この表が出てきてます。ちょっと紹介しますと、この表がですね、平均利回りをちょっと表にしたものです。説明すると、国内株式の場合、日本国ですね。集計対象がファンドが341ファンドあって、3年リターンですね。これ3年ですよ。3年。しかも2020年の4月で出したリターンですから、2020、2021、2022っていう3年間でのリターンですね。が、約 10% 国内で。4月ですから、6月だともうちょっと悪いと思いますね。3年間ですから。次、海外の株式の平均リターン。これがですね、203のファンドを集めて、3年間のリターンの平均が 17.24。これ4月の時点で下がってきているんだけども、まだ6月の時点ではないので、6月の地点まで下がったとこだったらもっと悪いですよね。3年間のリターンが 17.2 じゃなくて多分15、14かもしれないですね。はい。で、まあ、目安ですね。今度これ国内の債券型。債券ですね。国内の。これがですね、ちょっとここ3年間良くなくて、多分YouTube でもなかなかこう債券買えっていう人少ないかも。ここ最近ちらっと債券どうって言ってる人いましたよね。投資塾のゆうさんかな。はい。国内債券もいいんじゃないかっていう話。高齢の方がパフォーマンスより安定した形でね、投資するなら債券もいいんじゃないかっていう話はしてました。が、まあ、この3年間のリターンは、マイナス 0.76 っていうことで、債券はここ3年間はあんまり振るってないですよね。パフォーマンス良くないですよね。預けただけみたいな状態になってます。海外債券も同様です。3.65% っていうリターンですね。で、ここ。リート。皆さんあんまりリートってやらないですよね。僕もちょっと前までやってましたけど、まあリートっていうのは不動産ですね。不動産に投資するっていうよりも不動産会社に投資する。国内だったら多分三菱地所とかああいう会社ですね。ああいうところに投資をしたりとか、海外だったらありますよね。ETF もありますよね。リートの。はい。GMO クリック証券だと5つぐらい商品ありましたね。iShares のリートとかね、あったと思うんですけど、まあそういった不動産の会社に投資をするリート型。これが国内が3年間でパフォーマンスが 5.5%。で、海外はまだちょっと良くって、11.5% という、これ6つの、まあ、国内と海外の比較をしています。で、これで今気になっているのは当然その海外の株式っていうところが圧倒的なリターンで 17.24 と出ているんですが、戻っていただいて、この投資の平均利回りは
3% から 11% と書いてあります。まあ、ということで、この 17.24 ですらも赤いんですよね。はい。だから今下がってきているアメリカの株式も3年間で見たってもまだ高いんですよ。これ間違えないようにしてほしいですね。3% っていうとなんかすごい寂しい気はするんですよけどね。その100万円預けて1年間で3万円しか増えねえのかと。10万円だったら3000円しか増えないのかって思うかもしれないんですけど、これは積み立てをしていけば、そういったものはね、複利で、単利より複利で増えていきますのでね。はい。今年は、そういう意味ではしっかりこういった、勉強をね、するっていうことが大事だと思いますね。はい。で、ずっと行きまして、ここからはね、上位の、投資の利回りと、これじゃなくてね、ここはいいです。これ計算方式がすごい変わってるね。複利で考えましょうと。これよくある話なので、これもいいですね。初心者の方ってこういうの知っているのかな？複利の計算のやつっていうか、こうなるの。指数関数的に行くよということで、なかなか難しいですけど、そうですね。最近ちょっと思うおすすめなのは、30歳まで別に貯金はなくても、めちゃめちゃでもいいかなと思うんですけど、30超えたら月に1万円くらいは積み立て投資をしてほしいですね。っていうのがもう僕の一応、一つの結論になりました、今。なんでかっていうと、30歳から70歳まで月1万で、40年投資できるとするとですね、例えば、12万円かける40ですから480万ですよね。最近シミュレーターあんまりいじってないであれですけど、40年で480万円積み立てで投資をして、確か、年利 6% ぐらいで考えたら、多分480万円は3倍ぐらいにはなってると思います。はい。月1万円ぐらいで12ヶ月、12万円かける40ですから480、約500万、そうですね。500万を積み立てていったら、で、年利 6% としてですけど、パフォーマンスで、SP500 がこれからどうなるかですけどね。はい。ああいったものを、40年投資をして、SP500 が40年 6% 出すかどうか微妙ですけどね、ここがちょっと見なきゃいけないかもしれないですけど。これがね、この複利、この年数。僕の中の、僕はもう、できないですけど、30歳から月1万円ぐらい積み立てていったら、これぐらいの複利になるんじゃないかなと思いますね。はい。こちらの方が、これは同じ組入れなので特にいいですね。ここで平均ランキング、今の、皆さんも、見てないかもしれないですけど、投資信託の、平均利回りのランキングが出てたので、ここでちょっと紹介しようかなと思います。はい。これ多分4月の時点でのランキングですので、もっと今の状態は良くないと思います。はい。まず投資信託の1位。いやー、危ない。EMAXISネオバーチャルリアリティということで、これかなり尖ったやつが1位になってるな。ちょっと俺見てなかったですね、これはあれですよね。電気自動車とかいうやつの株ですよね。大丈夫かな？この記事、ちょっと待ってくださいね。これ、4月だよな。大丈夫？だって2位が、ちょっと今これ資料見て疑問に思いました。利回りが3年間の。2位がまだだって、アイフリーレバレッジ、ナスダック、レバナスが2位ですよ。これいつの集計ちゃんと
大丈夫これ、4月だよね。はい。いや、これちょっと、すいません。言っときながら、この、取っているデータが古い気がします。これはいかんぞ。なんで、4位が、なんでそうかっていうと、ごめんなさいね。今、紹介しといておかしいですね。ファングが3位ってありえないですね。アイフリーファングが3位はないです。だって、もうもう皆さんもご存知のように、ファングの、N のネットフリックス、それから、Facebook はもう、ね、ピークから3分の1ぐらいになっちゃってますので、株が。このファングのインデックスもいくら、Google が、と Apple が良くても、この2つとかが引っ張ってればダメですよね、これ。俺、すいません。このパフォーマンスの表は違う気がします。参考、モーニングスター、ファンドリターンランキング。あ、ダメですね、これ。日時が。去年のだな、きっと。あ、すいません。これは絶対違いますね。はい。こんなにパフォーマンス出てません。これちなみに参考ですけど、アイフリーレバレッジ、レバナスが3年間の利回りが 49.75% 出てるから、違いますよね。40% もう今全然出てませんので。やっぱあれですね。ちょっと自分でもいけないけど、こういう説明するときにここのもう見なきゃいけないですね。全然いいパフォーマンスが出てるやつじゃないですもんね。すいません。この、リターンランキングはちょっと、半年変わって全然違うので、当てにならないと思う。債券は、まあ当てになるかもしれないですね。あんま変わってないですからね。3% とか。はい。という、3年前と比べたらそうですかね。かな。そうですね。ちょっとリートの方は、珍しいので見てみましょうね。そうですね。海外リートは、1位のパフォーマンスが 17.53 って書いてあるので、これはね、これくらいは出てたと思います。今ちょっと思いつきました。ちょっと今思いついたことがあるんでいいですか？これやっちゃっていいかな？出るからちゃんと。もう今、こんな、ものより、実際に僕のイデコ見した方が、いや、今通って、もう思い切って、ちょっと待ってください。ちゃんと出るかな？このパフォーマンス見た方が分かりやすいですよね、きっと。今のイデコ見た。なぜかっていうと、イデコがちょうど僕も3年ぐらいなってるので、パフォーマンスがイデコの積み立てしてるときにすごく投資信託で分かりやすいので、この、リターンを見た方が早いと思いました。ちょっと待ってくださいね。ちょっと金額が出ちゃってていけないですけど、ちゃちゃっといきますね。リターンを見れるやつがどっかにあるはず。ここかな？あった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 。ありましたありましたありました。これですね。騰落率。投資信託の。はい。7月のデータです。これ、イデコの僕のあれですけど、僕がやってるやつ以外でも出てるので、この3年間のリターンってよくわかると思います。まず、ちょっと紹介しますね。純金ゴールド。7月ですよ。まで3年のリターンが 13.5% です。まあ、マシっちゃマシなんですね。純金。
はい。3年間の騰落率が。それから、海外の、リート。海外不動産投資。これがイデコの、僕のイデコの場合は、三井住友 DC というものになってます。これがね、11.17。いいですね。11% ありますね。篠梅さん、言ってること合ってるかもしれないですね。海外の、アイフリーの、ダウのインデックスでも、まだ 15.82% パフォーマンスありますね。いいですね。で、王道ですね。EMAXIS Slim の米国 S&P500 が3年間のまだ騰落率がまだ 20% ありますよ、パフォーマンスが。いいですね。さっき言った 3% から 11% 全然いいですね。この怪しいやつ、忘れちゃった。これ、農林中金の、大船ってやつ。これ多分ですけど、外国、全米じゃなくて、全世界株式だと思うんですけどね。中身が。はい、16.18 ですね。3年間のとこだけ言ってますね、パフォーマンスが。先進国って言っても、EMAX Slim の先進国は、ポートフォリオがアメリカ中心です。ヨーロッパ中心ではないので、アメリカに投資して一部ヨーロッパって感じです。はい、17.6。時価総額ベースなのでね、どうしてもアメリカの時価総額がポートフォリオで占めちゃうから、高いんですよね。ちょっとパーッと見てって気になるとこ行ってきますね。10位までですね、これは。もっと商品のやつ出てくるはず。これ、ランキングだ。1位から。他のやつがないぞ。他のやつ、上位商品、指定する、パフォーマンス、スイッチング。ちょっとごめんなさいね。どれ見ればいいんだ？違うわ。これか。運用商品一覧。これだ。だけど、パフォーマンスは出てないか。皆さんは投資信託って何を、意外にあんまりやってないかな？これまだ出てないですね。リターンが、騰落リターンが。そうですね。ちょっと出てないですね。はい。ということで、今現在分かったことは、今、僕はちょうど、3年ぐらいやってるので、このイデコを、もちろん、イデコですから、下ろすつもりもないので、頑張って68歳まで、イデコを積み立てていこうと思って、あと何年だ ?16 年積み立てていく予定なので、積み立てていくこと自体、元気で、毎月、今3万円ぐらいですけど、積み立てていけば、老後、よっぽど変な風にアメリカがならなければ、いいんじゃないかなっていう風に思ってるんですけども、その中でも、この3年間のパフォーマンスでは、さっき言ったように 3% から 11% っていう、ね、目安より、まだ随分上回ってますよね。20% とか。だから、下がってると、どうしても短期的に思うかもしれませんが、3年間のパフォーマンスでもまだね、言われたように全然、そうなんですね。しめじさん、そこ、大丈夫なやつですね。はい。サワラノーロイドいいですね。もう、はい。はい。と思います。いいと思います。なので、イデコみたいなやつでガチンとやっちゃえば、下ろせることできないから、これで解約しちゃった方がよっぽどダメなので、はい。で、ちょっと話それちゃうかもしれないですけど、今日の言ったように 3% から
11%って考えれば、長期積み立ても今の暴落というかもうアメリカの経済が暴落してても、まあ、そんなもんだねっていうふうにね、思えばいいし、で、ちょっと遊びでレバナスとか、まあ仮想通貨もそうですし、ちょこっと値動き見るために勉強のために入れるよ、みたいな感じでいけば、まあ、特にね、あとは興味の問題ですね、きっとね。CFD もそうですしね。はい。で、そうですね、来週の話にもなってきますけども、NISA？ はい。やっとなんかね、今ちらほらとYouTube でも、NISA の話が出てると思います。高級化するかっていうね、話。で、今回この、まあ、今日イデコの長期の話もちょっとしましたけど、NISA が、まあ、変われば、このイデコよりもっと柔軟に出し入れもできるし、税金かからず、で、まあ、パフォーマンスが 3% から 11% っていうのを目安にするのでも、年間ね、この税金がかかるかかからないかによってもね、長期積み立てにする人はとても大きい話になると思いますし、で、今の30代の子たちが、はい、引き出しに、そうなんですね。面白いですね。そうですね。2000年か。そうか。でも考えてみます。サラさんはもう早いですよね。投資が。そういう風に。まあ、もしそっからだったら。僕らはまあ本当に青いですよ。まだ。3年とかで、こう、勉強してるって言っても、まだまだ全然、ベテランでもないから。ただ、まあ、やっぱり、勉強することにおいて、昔のことも勉強するようになったので、今の暴落とか、アメリカ経済が悪いっていうことが、そんなにこう、なんかビビるものでもなくなってきたっていうかね。はい。なんか言ってますよ。ソロモンとか言って。はい。で、まあ、そういう感じで、まあ、NISAがね、変わってきたら今の子供たちとか、まあ、30代ぐらいの人たちがちょっと気づいて、ちょっとだけ頑張って、月に1万円、どっかにこうぶち込めるようになると、だいぶこう、心が安定するっていうか、まあ、馬車馬のように働かなくてもいいよね、とか、なんかね、もっとこう、余裕持てるように、余裕持てるって言っても僕もちょっと最近仕事増やしちゃってて、自分で。ありがたいんですけど、家庭教師も増えてきちゃったし、ですけど、まあでも、安心してね、できる、日本がね、少しこう積み立てて、で、アメリカの経済が、なんていうのかな、発展するように願いつつ、あとは自分の興味のあるジャンルを新興国とかね、ちょっと見て勉強していけば楽しい、老後が待ってる気はするんですけどね。ただ、やっぱ、パフォーマンスは、絶対間違えちゃいけない。前はね、6% ぐらいがね、いかなければね、ダメかなと思ってた時期も僕もあったんですけど、まあ思えば 3% から 11% っていうのを目安で持っていけばね、全然怖いことはなくっていけるかと思いますね。はい。なるほど。はい。バイデンさんのね、ミドル増税が決まったらまあ、アメリカはきついところありますけどね。中間選挙どうなるんだろうね。そこ引っ張られちゃうのかな。なるほど。そうですね。ちょっと中間選挙気になりますね。はい。まあ、日本はね、ちょっと、
みんな諦めてるからね。国のことについては。学生ローンの免除も適当すぎ。そうなんですね。はい。はい。いやー、またちょっと、教えてくださいね。そろそろ、ちょっとまた、12時過ぎちゃったので、ここでね、今日は、終わっちゃいますけども、また、いろいろね、お話できれば嬉しいです。ちょっとね、まあ、なんかね、音声が出るといいのにね、またこれ音声一回ね、スクロールするとね、あれなんですよ。最初から喋り出しちゃうから、ダメですね。アメリカきついですよね。まあでも、まあ僕らもその外側から見ちゃってるので、アメリカを、やっぱり実生活で思われているものが、インフレっていうのが、アメリカ経済にとって、実生活にとっていいものかっていうのが、株をやっている人って、アメリカのその株価とか、経済の上っ面しか見えないじゃないですか。そう、だから、結局デフレで30年も、日本って結局給料も何にも変わらないし、何やっても変わらないしって思うことが幸せなのか、どんどん給料も、給料の上がり方より物価の上がり方がどんどんすごかったり、っていうことで、アメリカがそれが幸せなのかっていうのがわからないんですよね。だから、ある意味、日本人って投資をやってる人は幸せなのかもしれない。だって、ちょっと言い方変えると、日本のお金は経済、あんまり変わらないじゃないですか。でも、アメリカのインフレとか、要はアメリカが調子が良かった時代、ね。今も調子がまだいいかもしれないですけど、日本に比べれば。でも、その株価を投資できるじゃないですか。その実生活は体験しなくても、投資をすることで、お金を増やせるかもしれない。で、またもしくは、円安になってるから、まだ、日本ヘボいので、円安だから、結局、アメリカのドルで投資してる人って、意外にパフォーマンスがいいかもしれないとかね。そういうことが言える。そうですね。いや、これはね、僕もね、16年、17年経った時に、イデコを切り崩して、生活、そうですね、想像できるかなっていうか、それよりも、なんか、自分が必要とされるかどうかですよね。だから68歳を超えた時に、働けるところがあるかどうかっていうのもわかんないですよね。どう言ったらいいんでしょう。もう用なしじゃないですか、世の中にとって。どうだろうな。やっぱ切り崩していかなきゃいけない状況ってあると思うんですけど、少しでも何か世の中に役に立てるように働ける頭と体があるかどうかっていうのも心配ですね。なんか、いや、全然話がわからないと思います。いや、プラスのない状態。そうですね。はい。で、日本も、自己責任の時代に突入してくると思うので、こういうとこ発信しつつね、中高年の、僕らはもう今から少しずつお金積み立ててね、いくらが安全かわからないですけど、僕はどっちかというと、働ける体っていうのを大事にしたいと思うんですよね。働かなくて済むっていうと、言い方変わるとボケちゃったりとか、すごくなんか、切ない思いをしちゃうといけないので、今のこういう、50代ぐらいで、なんか伝えて、物事をね、で、そういう、60になっても70になっても、死ぬまで世の中に貢献できる、働ける、好きなことが何かできるっていうことが幸せなことかなって思っているので、そういうふうに、
なれるといいなとは思うんですけど、でもね、そんな風に考える人って少ないかもしれないし、切ないですよね。なんか、もっと日本もなんかね、生活保護、充実させたりとかするらしいですけど、まあ、国になかなか頼れないなーっていう感じはしますしね。はい。って感じの中のそうですね。アメリカも暴動起きるんじゃないですか？大丈夫ですかね？極端なことをしないからあれですけど、ね、極端なことするとね、はい。花田さん、70まで働きます。そう。こうやってみんな確認していきましょう。まあ、そんなに、僕らもね、広い世の中のことをなかなか伝えれることはできないかもしれないですし、今、個人からその周りのある人たちの確認で、やっぱり働き続けられること、社会に貢献できること大事だと思うんですけどね。はい。ということで、ちょっと、やばい。時間がだいぶ押してきちゃったので、いろいろ、サラさん、いろいろ書いてくださって本当にありがとうございます。嬉しいです。では、火曜日ですね。なんとかNISA のことについてできればですし、またなんかアメリカのね、動きとかいろいろありましたら、そのものネタにね、いろいろお話できればなと思っております。すいません。ぐだぐだな締めになっちゃいましたけども、今日はこれぐらいでね、終わりたいと思います。また一応予定としては来週火曜日の11時から始めたいと思います。はい。ありがとうございました。じゃあこれで失礼いたします。